皆さんこんにちは、ともかです。今回はエアカナダを利用して日本からワシントン DC へと向かいます。北米路線の長距離フライト、機内での過ごしやすさや大人も満足できるサービスを徹底レビューします。そして多くの方が不安に思うカナダ・トロントでの乗り継ぎ、実は意外な落とし穴もありました。この動画では実際の流れを詳しく解説します。それではアメリカの首都ワシントン DC への空の旅スタートです。今からチェックインしに行ってきます。18時40分に時間が変わってます。すごいゴジラがいます。羽田空港にいつからいるんだろう。空港には2時間半前くらいに着いたんですけど、エアカナダだけすごい並んでます。事前に、ウェブチェックインの時に座席を最終確認したんですけど、結構満席でした。今回はエアカナダでトロントまで行って乗り継ぎます。事前にウェブチェックインで預け荷物2個手続きしたので、ここではもう発見するだけですね。荷物バイバイ。今回エアカナダに乗るのは久しぶりで、トロントで乗り継いでアメリカに行くのは初めてなので、ちょっとどんな感じで乗り継ぐのか事前には調べたんですけど、荷物をねトロントで受け取ったりとか、乗り継ぎ時間が2時間だったりとか、一旦ねカナダで、アメリカの入国手続きをしなきゃいけなかったりとか、普通の入国とは手続きのね流れが違ってくるので、そういった細かいところもお届けできたらなと思います。出発までまだちょっと時間があるので、第3ターミナル唯一のコンビニセブンがあったので行ってきます。私今まで何度も羽田の国際線利用してるんですけど、セブンイレブンがねあるの知らなかったです。しかも隣にはドンキまでありました。すごい。友達に勧めてもらったカネボウのスクラビングマットウォッシュ、羽田の国際線で買うと免税だったので購入できました。ないお店もあったんですけど、私が行ったお店はまだ残ってたので良かったです。ちなみに、アナのねクレジットカードで購入すると 5% 割引になったんで2600円ぐらいで購入できました。今日は土曜日の、夕方ということもあってか、すごいいつもより人が多い気がします。149のゲートに到着しました。出発40分前なんですけども、すごい並んでます。今日は満席ということでね、かなりもういっぱいお客さんが乗ると思うんですけど、今なんか燃油を入れるのに時間がかかってるそうで、ちょっと出発が遅れるみたいです。乗り継ぎ1時間50分あるので大丈夫だとは思うんですけど、この人たちみんなカナダに入国するのかアメリカ乗り継ぐのかちょっと分かんないんですけど、カナダでアメリカ入国手続きするのにどれだけちょっと人並ぶか分からないので、そこもねチェックしていきたいと思います。ここでエアカナダに乗る前に絶対にやっておいてほしい準備があります。それがこの公式アプリのダウンロードとエアロプランへの登録です。実は会員になると機内でのメッセージ送受信が無料になるんですが、登録時に SMS 認証が必要なんです。海外 eSIM に切り替えた後だと認証番号が受け取れなくて登録できないなんて罠があることも。日本にいるうちに済ませておけば機内でもスムーズですし、ポイントも貯まるので本当におすすめです。Make sure that your bag is not sticking out and that you can close over it then after you have electronic devices. 座席の、シートの間隔は拳1個分ぐらいで、狭すぎず広すぎずっていう感じですね。足元に電源プラグがついてます。今回の機材はボーイング777の 300ER で、飛行機の、座席配列は343です。モニターはめちゃくちゃ、言葉のねランゲージの選択肢があります。日本語。今東京は夜の7時で、トロントに到着は夕方の4時ですね。飛行時間は12時間の予定です。到着予定はターミナル1なんですけど、ここから、まず到着したらね荷物をピックアップしないといけないので、ちょっとどれだけね時間かかるか、そこもね見たいと思います。なんと映画のニューリリースにズートピア2がありました。これまだ見てないので今回見たいと思います。他にもこんな感じで新しい映画いろいろやってますね。
機内食はこんな感じで、ご飯のメニューだったり、スナックのメニューだったり、あと飲み物もね、どんなものが出るか、用意されてるかっていうのを見ることができます。すごいですよね。結構ハイテクで、ホットもこの3種類があって、フライト情報をこんな感じで小さいね窓枠で出すこともできます。しかも大きさも変えられる。すごい。今回の飛行経路はこんな感じで、羽田から、いつも通り、アラスカの上を通ってトロントまで行きます。あと残り10時間ぐらいかな。夕食のメニューはここのモニターに載っていて、ハンバーガーステーキ、多分こっちがビーフで、こっちの、ソーテッドチキン with 照り焼きソースなんで、照り焼き味のチキンか、この2択からですね。あとはデザート、スナック、ブレックファーストはスクランブルエッグか、ヌードルになってます。なんで私は夕食はチキンを頼みたいと思います。モニターの前の電源プラグは USB タイプと、あとはこの丸穴タイプの2つですね。長距離フライトで活躍したのが無印良品のこの3点。歯磨きタブレットは口に含むだけで手軽にリフレッシュできます。携帯用のシリコンコップは場所を取らず、このクリアケースに全て収まるので、機内の狭いトイレもスマートにケアができました。今やっと羽田からアンカレッジ、周辺まで、飛んで半分ぐらいですね、もう経って、残りトロントまで4時間半になりました。あともうちょっとですね。無事カナダ到着しました。久しぶりのトロントです。トロントは2年前3年前かに弟がワーホリで住んでた時に来たぶりです。トロントね、旅行動画も上げてるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今からコネクションですねの方に向かいます。一旦カナダに入国して荷物を、引き取って、コンベヤに預け直してから、アメリカに入国する手続きをしないといけないので、一旦F ですね。これですね。5時5分に着いたので、ここからどんだけ並ぶかチェックします。今並び始めて30分経ちました。スーツケースを先に受け取るって聞いてたんですけど、受け取らずに今列に並んでるのでちょっと心配です。17時50分、やっと手荷物検査終わりました。めっちゃ並んでたし、しかもやっぱりパソコンね引っかかっちゃうんですよね、どうしても。なんでもう一回チェックさせられて結構待ちました。時間に余裕があってよかったです。ここからアメリカの入国審査ですね。アメリカ入国の NPC 登録してるので、こっちに並びます。ここで今回一番お伝えしたい救世主をご紹介します。それがこの MPC モバイルパスポートコントロールという無料アプリ。実はアメリカ入国の際、事前にこのアプリで情報を登録しておくだけで専用の優先レーンが使えるんです。通常の列はいつもかなりの大行列なのに、 MPC 専用レーンは驚くほどスイスイ。トロントでの乗り継ぎ時間は限られているので、このアプリがあるかないかで精神的な余裕が全く違います。アメリカへ行くなら絶対にダウンロードしておくべき必須アプリです。
見つけました。18時55分ワシントン IADF88 ですね。はい、ということで無事トロントの空港に到着してアメリカの入国手続きが終わりました。すごい手荷物チェックに時間かかったんですけど、アメリカ入国する際の MPC っていう入国手続きを早くする、簡単に言うとファストパスみたいなやつなんですけど、それを事前にアプリで登録しておくと本当に7月にアメリカの入国手続きができます。本当にアメリカ入国する人は MPC アプリ登録するのをおすすめします。で、私事前の情報だと空港で荷物をピックアップしてコンベヤーに預けて、でその後に、アメリカ入国審査を受けるっていう風に聞いてたんですけど、預けたスーツケースをピックアップせずにそのままアメリカ入国審査に移ったので、そのままラゲージスルーみたいですね。もしかしたら羽田からトロントワシントン DC までエアカナダ統一だったからかもしれないんですけど、多分これ別々に航空券買ってたら違ったのかなとも思うんですけど、エアカナダでアメリカ行く方は預け荷物はピックアップしないみたいですね。で、今回のアメリカ入国で聞かれた質問はアメリカに何しに行くのかっていうのと、どのくらい滞在するのかっていう質問でした。私の場合は旦那に会いに行くっていう風に伝えたら、なんでビザ取らないのみたいな感じで聞かれたので、すごいフレンドリーな方だったので全然スムーズに入国することができました。多分そんなに深い質問はされないかな。いつもだいたいどのくらいいるのか、何しに行くのかっていうことぐらいなので、そんなに心配いらないかなと思います。せっかくねトロントの空港にいるので、カナダといえばのティム・ホートンのカフェにちょっと行ってゆっくりしてから、ワシントン行きの、飛行機の搭乗ゲートに向かいたいと思います。ゲートの近くにティム・ホートンなかったので諦めてゲートに向かいます。ここから歩いて7分ぐらいねかかるっぽいので、ちょっと早めに行っとこうかなと思います。また日本に帰る時もトロント乗り継ぎなんで帰りに飲もうかと思います。すごいなんか成田の第3ターミナルみたいに簡易的なエリアに来ました。でもスタバとかはあります。遅延してチンしましたが無事出発しそうです。ということでワシントン DC に向かいます。めっちゃ小さい。私のスーツケースあるかな。あったよかった。無事ちゃんと積まれてます。Merci de votre collaboration sur Papa Collabore. Lors du vol d'aujourd'hui, nous offrirons aux clients voyageants en cabine économique de collation de qualité. バゲージクレーン。バゲージは左ですね。無事 IAD の空港に到着しました。長いフライトが終わりました。ようやくお家に帰れます。あとは無事荷物をねピックアップするだけですね。ということで、皆さんエアカナダの、Vlog はいかがでしたでしょうか。エアカナダに乗る前にね事前にいろいろ調べてはいたんですけど、思っていたよりもすごい乗り継ぎは簡単だったし、エアカナダも快適に過ごせました。何より機内食がめちゃくちゃ美味しかったのに驚いたのと、サービスとかも普通に良かったです。今回777だったこともあってちょっと機材の心配はあったんですけど、全然問題なく快適に機内は過ごせました。飛行機は思ってたよりも、寒くはなかったので、ダウン持ってったんですけどいらなかったかなって正直思いました。ズボンの中にヒートテックタイツ履いてたので、それもあってか全然寒いなっていうのは感じなかったです。これだけはねポイントとして言えるのは、今回のエアカナダの、カナダ乗り継ぎのアメリカ入国に関しては本当に早めに飛行機を降りて乗り継ぎのね列を待つことと、荷物チェックの時に引っかからないようにすること、あとは MPC のアプリを事前にダウンロードしておいて、アメリカ入国をスムーズに済ませること、これがすごい大事だなと思いました。
これを事前にやっておくだけで乗り継ぎ時間がたとえ短くても焦る必要はないんじゃないかなと思います。これからねエアカナダに乗ってアメリカに入国する方やエアカナダにね、乗る予定の方の参考になる動画になれば嬉しいなと思います。ということで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったな、ためになったなと思っていただけたらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。